暗くなった。すごい。さっきからね、お二人が、はい。そのエレベーター乗った時に、もう大御所俳優さんと一緒になっちゃって気まずかったって話をされてますけども、もうはっきり言っちゃいますけども、もうホリプロのね、我がホリプロのもう看板俳優さん、もう船越英一郎さんなんですよ。そうなんですか？とんでもないですよ。本当に恥ずかしかったです。あの方、まあ、今日本当たまたまなんですけども、ドラマの撮影をこの近くでされていることもあって、まあ、楽屋をこのホリプロとして使ってるっていうことで、で何を手配間違ったのか、二人の楽屋の横が船越英一郎さん。とんでもない。ずっと楽屋でくだらない話しか出なかったね。恥ずかしい。ただね、そんな心配ないぐらい、本当に気さくで、で、お会いして分かったと思いますけど、すごく身長も高くて、スラーっとされて、かっこよかったです。で、マジで、フランクな方なんですよ。で、この前、それこそこのお階段巡りの収録をしてた時にですね、ちょっとこう休憩の場所に行ったら、船越さんいらっしゃって、で、僕がですね、まあ面識があったので、お久しぶりですって挨拶したら、今日何やってんの？今日も手相とかやってんの？なんかその開運の話してんの？って言った時に、僕実は開運もやってるんですけども、階段も好きで、そっちの今日収録なんですって言ったら、船越さん、サスペンスの帝王ですけども、僕はもうね、階段の帝王でもあるなって。階段なの？実はさ、僕ってサスペンスのドラマずーっと出てるじゃない。でサスペンスのね、現場、舞台っていうのは、全国の、まあ、名称とか、あと伝説の残る地が舞台になるじゃないですか。確かに。そういう曰くのある土地でいつもロケをやってる、まあ芸能人生だから、毎回とは言わないけども、かなりの数今まで俺も経験してるんだよ。聞いてみたい。でしょ？で、休憩中ですけども、ちなみにどんな話あるんですかって言ったら、もう短期間に、もう3つ4つ話してくださって、めっちゃめちゃサービス精神旺盛で。で途中助監督さん来られて、いやもう撮影再開しますよ、今船越さん待ちですよとか言ってるのに、いや今階段話してんだよ、島田君に。って言って、島田の階段待ちみたいなぐらいなのにずっと話してくださった階段が、まあ面白かったんですよ。ちょっとその時の話、僕いいですか話してもって言ったら、おーって話もしていただいたので、一個その船越さん。すごい。来た来た。で、まあ、いろんな現場でこうドラマのね、撮影してる中で、その時が、今からまあ何年前かちょっと昨日忘れてしまったんですけども、北海道の松前っていう、まあ、お城もあったりとかっていうね、素晴らしいこう観光地があるんですが、そこで、まあ、ロケがあったんですって。で、その中でも、その松前に、光の良いと書いて、光禅寺っていうお寺さんがあって、ここの1547年創建なんで、かなり歴史があるお寺なんですよ。で、そこにですね、もう地元で有名なご神木とも言っていいぐらいの樹齢300年の綺麗な桜の木が本堂の横にバーンと立ってて、春になるとすごくこう花咲かせて皆さんにこうね、親しまれてるってのがあるんですって。で、その桜がですね、別名があって、ケチ脈桜。もう怖い。ケチ脈桜。ケチ脈の。ご存知？はい。さすが。このケチ脈って何かっていうと、まあ、仏教の世界で人が亡くなります。で、あの世に無事にたどり着けるために、お坊さんが書いてくれる、ある意味あの世へのパスポートみたいなものなんですよ。それをケチ脈、まあ、あの世とのご縁がつながるってものなんですけども、ケチ脈桜って言うんですね。でもなんでかっていうと、これ、樹齢300年って言いましたけども、今からもう本当に100年以上前、200年ぐらい前かもしれない。まだ桜の木がそんなにこうね、大木ではなかった頃の話で、まあこの本堂の改修工事のために、この木が邪魔になっちゃったんですって。だから、まあ、しょうがない、泣く泣くじゃあこの木切らないとなっていう、明日切りますよっていう晩にですね、そのお寺に夜中、コンコンってこうね、叩く音が聞こえる。で、開けると、綺麗な女性が立ってたんですって。で、その女性がお坊さんに向かって、私は明日死ぬんです。だから私のためにケチ脈を書いてもらえませんかって言うんですって。で、時間も遅いから、いや、せめて明日また来なさいよ。明日書いてあげるから。いや、どうしても今日欲しいんです。いや、あとね、亡くなったから書くのわかるけど、私死ぬんですってこれケチ脈書くもんじゃないから、何言ってるの？いや、でもどうしても今日欲しいんですってすごい懇願するんです。あんまりにも言うから、じゃあ分かったよってこう夜中ケチ脈を書いて渡してあげたところ、翌朝起きた時にですね、
さあじゃあ木を切ろうか、その桜の前に行くとその桜の木にその血脈がかかってたという、なので昨日来たのは、あの桜のせいなんじゃないのか、で自分が死んでしまう、切られてしまうから血脈をもらいに来たんじゃないかってことがみんな分かって、いやこれは切っちゃいけない、だからまあもちろん木も切らないし、しっかり供養もされていまだに残っているご神木が血脈桜っていうんですって。でそのですね血脈桜の下を船越さんがスーッとこう歩いて立ち去るっていうシーンの撮影があったんですね。でまあ助監督さんがある時大体こうリハーサルするんですよね。でじゃあ本番ですってなった時に、さっき皆さんねご存知と思いますけど、船越さん身長多分185ぐらい、結構すらねすごいですよね。助監督さんが身長そんな高くない方だったらしかったので、じゃあ船越さんでって変わって本番行こうと思ったら、ちょうど船越さんが歩く目線のところに枝が来ちゃったんです。さっきのねこうちっちゃかったからね、身長が大丈夫だったんだけども、ちょっとこう目線にかかっちゃうから、これ撮影でこれ顔映んなくなっちゃうよ。でスタッフさんがじゃあその枝ちょっと切っちゃおうかって時に、船越さんすごい優しい方なんで、ご神木を切るなんて失礼だよ、養生テープ貸して、じゃあピピってこう上の方にこう枝をくくりつけて、で枝を上にして船越さんがまあ歩いたらしいんですね。で無事に撮影が終わったその晩から謎の高熱が続くんですって。もう本当に40度ぐらいとかで、でもプロですから撮影もスケジュールこう詰まってるんで、なんとか頑張ってこう 4,5 日やった 4,5 日目に、ある女優さんのマネージャーじゃないんですけども、普段は神社で巫女さんやってるっていう方が、マネージャーさんの代わりに助っ人で来られたんですって。でその方がもう船越さんに会った瞬間に、船越さん良くないですよね今。いやそうなんですよ、良くないですけど、もう船越さん理由分かってますよね。いつからそれになってます？実はこういうことがあって、桜の枝上にくくりつけちゃったんだよね、それです原因って。ですぐにその枝を直したところ、嘘みたいにもう熱が引いて撮影が無事にこう終了したっていう。くくりつけただけでそうなってたってことは、切っちゃえってね言って、切ってたらもうそうですよ、とんでもないことになってたんじゃないですか。そうだから本当にね、船越さんがむしろ救ったにもかかわらず、でもそのくくっただけでそうなっちゃうってことは、それぐらい大事にしなきゃいけない、やっぱご神木ってあるんだな。でこういう話を短期間の間に 3,4 本話してるんですよ。すごい。気になる。ちょっと呼びましょうよ。今いらっしゃいますよ。さっきまでねいらっしゃったんで。いらっしゃる今いますよ。でもしお願いするにしても呼びに行くのがこの格好の方。そうですよ。船越さん。